どうも皆さんこんにちは。プッティンモンキーレンチのお時間です。今回はアフターエフェクツで最初にした方がいい初期設定について触れてみたいと思います。環境設定を整えることで作業が少しだけ楽になるので、ぜひ設定してみてください。では早速行ってみましょう。アフターエフェクツの画面に来ました。メニューバーの編集から環境設定、一般設定と辿って開くか、コントロール、オルト、セミコロンで環境設定を開きます。左側にあるのが設定項目となり、クリックすることで設定画面に飛ぶことができます。たくさんありますが、ここで設定する項目は4つです。まず一般設定です。この中の初期設定の空間保管法にリニアを使用。こちらにチェックを入れましょう。この設定のチェックを外していると、アフターエフェクツの方で勝手にアニメーションを保管してしまい、意図しない動きが作られることがあります。例えば、図形を移動させるアニメーションを作る際に、動いてほしくない箇所が保管によって自動で動いてしまいます。こうなると、意図したアニメーションを作ることが難しくなるので、すべて自分で動きをコントロールできるように、この設定はオンにしておきましょう。次に、アンカーポイントを新しいシェイプレイヤーの中央に配置。これはどういった設定かというと、シェイプレイヤーと呼ばれる図形を描くための機能があるのですが、その機能を使って図形を作った際に、アンカーポイントと呼ばれる起点を中心に作ってくれる設定です。アンカーポイントとはレイヤーの起点を表す点です。レイヤーは起点を中心に拡大縮小や回転などの動作を行ってくれます。アンカーポイントの位置が変わるだけでアニメーションの見た目がガラッと変わったりするため重要な役割を担っています。アンカーポイントは後から動かして中心にする方法などもありますが、基本的には中心にある方が使いやすいことが多いので、この項目にはチェックを入れておいて構いません。次にメディア&ディスクキャッシュの設定項目です。ディスクキャッシュを有効にするにチェックが入っていれば OK です。初期設定でオンになっているはずですが、一応確認しておきましょう。ディスクキャッシュというのは、再生の情報を記憶してプレビューをスムーズにしてくれる機能です。フォルダを選択からキャッシュの保存先を指定しましょう。私はアフターエフェクツを始めた際に、キャッシュ専用の SSD を用意しておこうと勧められたので、SSD に設定しています。次に自動保存設定です。アフターエフェクツは急に落ちることもあって、作業時間が無駄になってしまうこともあります。そんな時に最後の砦になってくれるのが自動保存です。保存の間隔を何分にするかを入力して自動保存場所を設定しましょう。アフターエフェクツが落ちて時間をかけて作ったデータが巻き戻ってしまうこともよくありますが、自動保存だけに頼らず、ショートカットのコントロール S を押してこまめな保存を心がけたいですね。あと、重たいデータを使って作業している場合だと、この自動保存の時にも時間が取られるため、邪魔になるケースもあるようです。ご自身の作業に合わせて活用してみてください。環境設定は以上です。OK を押して終了します。では最後に環境設定ではないですが、パネルの設定を変更します。画面右側にある文字や整列、段落といったパネルですが、一つを開くと他のものは畳まれて見えなくなってしまいます。これを複数表示できるように設定を変更しましょう。パネルのところで右クリックをしてパネルグループの設定に行きます。スタック内のソロパネルという場所をクリックして無効にします。これで複数のパネルを開いたままにすることができます。初期設定についての解説は以上となります。他にもいい設定などありましたら、ぜひコメントに書いていただけると嬉しいです。参考にさせていただきます。次回からはシェイプレイヤー入門ということで、実際にアニメーションを作成しながら、シェイプレイヤーで作るモーショングラフィックスについて学んでいきたいと思います。シェイプレイヤーはモーショングラフィックスなどでよく使われる機能の一つです。細かく丁寧な説明を心がけますので、ぜひご覧ください。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。それではまたお会いしましょう。さようなら。